Guten Morgen zusammen、皆さんこんにちは、もしくははじめまして、花ズデイバイデイの花です。ちょっと簡単にはじめましての人のために自己紹介をと言っても、私自己紹介あんましたことないですよね。とりあえず手短に自己紹介したいと思います。25歳、現在鹿児島出身の花です。本名は花井です。今は無職です。昨年までドイツで、料理人とかバリスタとかとして働いてて、ずっと飲食をしてきて、12月末に日本に帰国して今に至るっていう感じで、ちょっと自己紹介になってるのがよくわかんないですけど、とりあえず旅をすることと食べることが大好きです。あと踊ること。それで今日はですね、そんな私のドイツに1年住んでたんですよね。それはワーホリで行ったんですけど、そんな1年間のワーホリの中で起こった事件アクシデントみたいなことを話したいと思います。第4位、ビザの申請です。ワーキングホリデー。私ドイツは最初フランクフルトっていうところにいたんですよね。でそこでちょっと住所登録とかいろいろして、その後ベルリンに引っ越したんですよ。でベルリンにいる時にそのフランクフルトの役所でそのワーキングホリデーのビザを申請しないといけないってなって、でベルリンからわざわざ電車で3、4時間でフランクフルトまで行ったんですよ。行ってで絶対予約しないとダメなんですよね。なんか突撃訪問じゃもう絶対返されるから、何日何日って予約も取るのめちゃくちゃ難しいんですよ。なんでだっけな、本当に難しくて、やっとこの日が空いてたっていうところでポチってもう勝負みたいなのをして、で取れた日に行ってずっと15分前ぐらいかな、役所みたいなところに着いて待ってて、でもう時間だって思って、あと5分前に入ろうとして行ったら10分前だ、そう10分前に行ったらなんか全然入れてもらえなくて、でなんでみたいな感じで言ってったら、結局そこに書いてた住所がまた別のとこだったんですよ。なんか一番最初に行ったとこっていうのを頭にずっと入ってて、行ったところでもう一回っつったらまた全然違うとこだったんですよね。でドイツってなんかちょっとでも遅れたらはいもう無理です、また予約取ってくださいみたいな感じなんですよ。で私さあね、ベルリンから来てさ、自分のミスだけどベルリンから来てここで帰らせるんです。私何のためにフランクフルト来たんやろってなるけん、どうしようと思って、でも違う住所つったからもうタクシーで行くしかないって言って、タクシーを一回捕まえたんですよ。別の客からいるからって言って、ってなって、でももうタクシーが全然ないとこだったんですよ。でもうもうあるとこまで歩かんと思って、もうめっちゃ遠くてそこまで歩いていこうってしたらビューンってなんか来て、さっきのタクシーのおっちゃんですよ。おっちゃんが私のとこ来て乗ってけなって言ってくれて、あれもう他の客いるんじゃないのって言ったら、いいからっつって、めんどくさかったのかな、わかんないけど、それで乗せて、もう私ビザのやつがつってもうあと10分もう時間ないっつっても絶対もう Google 上ではもう絶対間に合わないんですよね。でもうダメ元でいいから行こうと思って行ったら、もうなんだっけ映画のさタクシーって映画だっけ、もうビューンってもう絶対捕まる速度で、しかも逆走してましたからね。もう何でしたっけ、そう逆走して、もうGoogle 規定時間のもう半分で行ってくれて、
結果5分遅刻10分か遅刻で走ってゼーハ言いながら受付に行ってこうだよっつったらいいよっつってですんなりビザ申請できてって感じでしたよ。本当運が良かったです。タクシーのおじちゃんにも頑張れよって言って見送って間に合うからっつって間に合ってないんですけどね。でもなんか見送ってくれてでその受付のお姉ちゃんも笑っていいよいいよって言ってくれて本当良かったです。第4位でした。第3位あれです。歯です。歯虫歯じゃないんですけど親知らずをですね私日本で1本抜いてってで向こうで痛いとかって一回もなかったんですけど向こうは結構医療費とかはすごく会社では払ってるんですけどもちろん日本みたいにほぼそれだけ他あんま払ったことなくてちょっとはあるけど日本みたいに毎回払わないんですよね。もう例えば歯のちょっと3ヶ月に1回定期検診とかって言ってもただなんですよ。でしたら親知らずもさこっちもかかるからだったらもうドイツで抜いとこうと思って残り3本あったから抜こうと思って行ってであれですよもうドイツ語とさ英語があっちの方は喋れるけどさなんか私は専門用語とかもう本当わかんないからなんか適当に返事してて結局1日その日に3本一気に抜くっていう風になって毎回通うのもめんどくさいなと思ったからいいやと思ってで抜くことになって麻酔するじゃないですか。で1本目私1本抜いてたから抜いたいのは分かってたんですけど1本抜く時に待てよと思ってこれは麻酔がかかってないぞと思ってで別に言えばいいじゃんなんかかかってないちょっと待ってみたいなで言えばいいけどなんか私はもうこれに行こうと思ってそのまま続けたらもう死にそうでギコギコするからもうダメだと思ってでももうずっとこれは夢だってずっと頭で唱えて1本目抜きました。あと2本あると思ってでその箇所は一応麻酔が最後の2本の箇所で麻酔が効いたんですよ。なんか1個目の効いてなかったくらい全然耐えれたからもうなんか楽勝ではないけどなんとかなったっていう感じでもうバーでもう帰りましたよ。そうで結局特に何もなく抜いて家の屋根か庭に投げて終わりました。見つけた人怖いでしょうねこんなでっかい歯が見せたらね。第3位でした。第2位あれです強盗にあったってやつです。私はバリスタでコーヒー屋さん地元のコーヒー屋さんで働いたんですよ。すごくいいカフェなんですよね。お客さんもすっごいいい人ばっかでなんかよく余ったパンとかさサンドイッチとかをよく店閉めるときに外にベランダっていうか外に置いてそのホームレスのためにどうぞみたいな方で置いてるんですよ。なんかたまにホームレスはここのカフェはパンくれるのっていうの分かってて来るんですよね。でもそういう時来たと思ったらもうそのまますぐ普通に渡すんですよ。でも私が強盗に会ったのはホームレスじゃなんか微妙なラインの人でしかもその時私店一人だったんですよね。でカフェがカウンターがありましてこっちに細いキッチンがあるんですよ。でキッチンで作業してるとカメラとかないから見えないんですよその前お客さん来たとかだからこうやって覗いたりチーンを鳴らしてくれたらってなって行くんですよ。だからたまに気にするけど集中したらねでも一人だからとりあえずなんかちょっと一応警戒しながらいてキッチンに私はいたんですよ。でいてそしたらなんかチャリンって音がしたんですよね。でと思って行ったらなんかでっかいカバン持ったなんかおばさんみたいな結構おばあちゃんかなおばさんみたいな人がそうね
何とも言えないようなおばさんがいて、でおっと思って、海外ってチップもらえるじゃないですか。でチップをのこのカンカンを置いてるんですよ。すごいお客さんのカウンターのもうボーンって目の前に。でそれわざと普通の箱とかじゃなくて、オーナーがカンカンにしてるんですよ。音が聞こえるようにチャリンってカンカンに。でそれの音がなんかした気がして行ったら、そのおばさんがいたんですよね。でおばさんがいて、お客さんやと思って、って思ったけど、なんかその人の顔なんかそわそわしてて、でなんかちょっとそのカウンター見たら、そのチップのカンカンがなくなってたんですよね。やられたと思って、でなんかこんな感じに抱えてたから、カバンに入れたんやなと思って、でちょっと待ってっつって、でそのおばさんも入り口近いからすぐ逃げようとしたんですよ。で逃げようとしたらやばいと思った瞬間に、ちょうど男のお客さんが入ってきて、で止めてっつって、止めて、それで部屋の中に、カフェの中に閉じ込めたんですよね。そのお客さんと私とその泥棒さんが。で閉じ込めて、お金取ったでしょって言って、って言って、でちょっといいから出してって言って、って言ったら、これ私のもんだからって言って、いやこれ私たちのだよって言って、もうずっと私のもんだって言い張るのよ。でいいから一回返してっつって、でその缶だけ返したけど、結構入ったんですよ。それもともと入ってたのがもう全然なくて、いやまだ持ってるでしょって言って、いやこれは私のって言って、その外に席があるんで、外に座ってるお客さんがいて、その人たちからお金をもらったって言ったんですよね。なんかお金をみんなあげるのはよくあるから、本当かなと思って、一応いくらもらったか聞こうって思って、とりあえずお客さんに尋ねに行って、この人にお金あげたのって言って、そしたらみんなって言うから、で、いくらあげたって言うから、じゃあそれの分を返すからって、これはダメだよって言って、でなんとか全部取り返したんですけど、なんだろうな、命の危険がなかったからよかったんですけど、私もあの時結局返してもらってよかったけど、こっちも貧しいのかもしれないじゃないですか。こっちももっと余裕があったらさ、そのお店のなんかサンドイッチでも食べ物でもあげるとかさ、ちょっと自分の小遣いからちょってあげるとかさ、そういうのができたなって今思えばね、ちょっと反省するところはあるんですけど、とりあえず死ななかったんでよかったですけどね。はい、これが第2位でした。続いて第1位かな、これ1位かな。スマホなくしたんですよね。もしかしてこれちょっと知ってる人多いかな、わかんないですけど、もう大事なスマホをなくしました。何でしたっけ、あの時もう私は夜の22時ぐらいに家に着いたのかな。で遅番で閉めて、22時着いて、でその時ルームメイトがいたんですよね。で私あれ待ってっつって、携帯どこやったっけっつって、で私普段携帯触んないから、ちょっとどこあるかってカバンに入ってるかと思ったけど全然なくて、でそのルームメイトにちょっと電話かけてって言ってかけてもらったんですよね。で音は聞こえないんですけど、そのルームメイトが誰かと話してんですよ。みたいになって、誰と話してんのってなって、そしたらなんかおじさんが出たのかな。そう出て、ちょっと待って、それ私の携帯って言って、っつったら、なんと私はそのスマホをバスで落としたみたいで、バスでその出た男性の息子さんが拾ったっつって、でそれを持って帰ってきてくれて、預かってるって言って、よかったと思って、偉いですよね、その息子さんね。でそのパパが出てくれて、預かってるからさ、明日取りにおいでっつって、
で言って、そうしようって思って、で私はなんかそれで一安心したら、そのルームメイトは結構警戒心が強い。いやわかんないよって、今絶対取り行った方がいいよって言って、この明日になるまでにもしかしたらそのスマホで何かされるかもしれないよって言って、確かにね、今の時代っていうか、できる人はね、なんかね、情報を抜き出すかもしれないから、絶対今がいいよって言われて、でと思って、私も電話切っちゃったから、でももう一回かけたらね、出てくれて、でごめんっつって、どうしてもちょっと今日取りに行きたいです。もうその時間が遅かったんじゃないですか、23時とかね。で今からはちょっと遅いからちょっときついっつって、子供もいるしって言って、だよねって言って、そしたらそのルームメイトが電話取って変わって、お金はいくらでも出すからっつって、今日取りに行かせてっつって、したら男のパパが、いや別にお金とかそういうわけではないけどつって、時間的にねっつって、でもどうしてもお願い今日取りに行かしてっつって、分かったっつって、ちょっと泣く泣くで住所を教えてもらって、またそれが遠かったんですよ。で行きはタクシーで行ったんだっけ。そう行きはタクシーで行って、でなんとかたどり着いて、すごい遠いところにたどり着いて、ピンポンってしたらさ、その家族が出てきてくれて、はいっつって、もう感動ですよね。え普通さ見つかる、ことあるんだよ。なかなかそんなね、人の携帯をそんな大事にね取って、もう本当に感動して、もう涙が出そうで、ありがとうっつって、でだからご飯私のレストラン食べに来てって言って、で結局それから会えてないんですけど、本当になんか、感謝でした。もうその家族には何とお礼を言ったらいいだろうか。でそれで、やっと携帯いただいて、もう真夜中深夜、そこもすごい田舎だったから帰る術がなくて、でタクシーも全然なくて、バスももちろんないですよ。したらあれですよ、キックボードがあるんですよ。このレンタル自転車みたいな感じでレンタルキックボードが、電動の、それを見つけて道端でペイして、どのくらいかかったかな、1時間ぐらいずっとそれブーしてもブーっつって、でもなんかもう意外と楽しかったですよね。見つかったからそう思えるだけであって、っていう、もうドキドキしました。全部何かあったけどなんとかなったっていう話でした。以上、しょうもないお話でしたが、お話でしたが、なんかワーキングホリデーとかドイツのこととか、なんかご質問あったらいつでもコメントください。ごきげんよう。